部長です。紬だよ。今回はゴールド目標だな。灰色物の研究は楽だね。年間利益は現状を見る限りなかなか厳しそうだ。人をいっぱい雇いすぎてた気がするな。これからは利益改善に取り組んでいかないといけないな。そうだね。話しているうちに灰色物の研究が一段階終わった。いつ研究を始めていたんだ。ちょっと裏で。そうか。録画を取り忘れたんだよ。じゃあ仕方ないな。ごめんね。現在の財務状況だな。やっぱり赤字は変わらないよね。収益の内訳はこんな感じ。寄付をもっと集めないといけないな。支出の内訳はスタッフの給料がやはり一番かかっているな。雇いすぎたよね。そうだな。申し訳ないがスタッフの整理をしていかないとな。やっていこう。とりあえずそんなに忙しくなさそうな人がターゲットかな。せっかくスキルを上げたのにもったいないな。しょうがないよ。まず警備員さんは暇そうだからいいかな。あまり活躍してなさそうだしな。暇そうな販売員も。一旦この辺りで様子見だな。12年目ももうすぐ終わりか。赤字状態は変わらないな。ここから持ち直すのは難しそう。最初からやり直したくなっちゃう。今後のためにもこの状況から逃げないように。赤字だからお客さんをもっと呼ばないといけないと思ってマーケティングを活用しよう。悪くないと思うぞ。どの戦略を取るんだ。ポスターとかはちょっと弱そうだし CM であれば効果はありそう。オンラインは好き嫌いが分かれるのか。とりあえず CM かな。年間$5000でどれくらい効果が出るかだな。やってみないとわからないからやるしかないね。灰色物の研究は目標の第3段階まで完了。あとはお金をどうするかだな。ここから先は時間がかかりそう。もっとお客さんを呼ぶために動物のエリアを増やしておこう。こっちの方が入り口から近いし人が来てくれそうだな。最初にこっちから手をつければよかったかな。それは結果論だから。ここでは何を買う予定だ。それ決めてない。大体大枠はできたかな。あとは飼育員のための歩道を整備しないとな。秋を通れるようにフェンスを敷いたんでそのスペースは確保してある。敷くのに悩んでるな。この辺りついきれいに引きたくなっちゃって。歩道からかエリアを先にした方がいいかは悩むところだな。そうなんだよね。ゲートを用意し完成。あとはスタッフの環境を整えておくように。いろいろ手を尽くしてきたけど一向に赤字が解決しない。スタッフの給料も動物の餌代も増えてしまっているな。このままいくと去年より収益も減りそう。原因はわからないのか。少なくともスタッフはまだ多い気がする。グラフも見づらいな。余計なチェックは外したらどうだ。これで結構見やすくなった。チケットの売り上げが下がってるな。寄付も下がっちゃってる。マーケティングの効果が出ていないのかも。利益を出すために人の集まってそうな場所にお店を開こう。ちょうどいいスペースがありそうだな。この辺りの道路を削ってお店を建てるよ。確かにこの太さの道は不要だろうな。そうだね。歩道の上にもお店が建てられたらいいのにな。そうなればあの長い歩道の途中にサービスエリアが作れるな。グッズショップと食べ物を用意しておこう。先に言っておくとあまり考えてないよ。さっき作ったショップの近くにインフォメーションセンターも作っておこう。何のために？もちろんお金儲けのためだよ。言っておくと来園者の教育効果もあるらしいぞ。それは知らなかった。後で各施設の効果を調べておいた方がいいぞ。そうだね。余裕がある時にやっておくよ。そういうやつはやらない気がする。大丈夫だよ。とうとう20年目まで来ちゃった。一応利益は出るようになってきたようだな。ここまで頑張ってきたから。昨年はあと少しで収益が$10万ってとこまで来てるな。ちゃんと経費も見直してるし。スタッフの給料、餌代も改善してきているな。餌代は下がっていいのかは考えものだが。ち
ちょっとずつ動物を野生に返したりしたから減ったんだと思う。であればいいが、飼育が行き届いていないなんてことにならなければな。警告は出てないし大丈夫だと思う。さっきマーケティングの効果が薄かったようだから、追加のマーケティングをやっていこうと思う。ちょっといまいちな気がするが。お客さんが来ないとどうしようもなしね。とりあえず安い広告で様子を見たい。効果が出るのを期待したいところだな。出てくれないと困るよ。広告費だけで結構な金額になってきてるしな。ほんとそう。あとスタッフが有効活用されているか確認もしておかなくちゃ。ほとんどが移動時間になっているな。ということは近くに休んだり飼育エリアがなかったりしてるんだよね。こっちはひたすら待機してるし。この辺りの人の配置はちゃんとやっておかないとな。この辺りはネットでこうやって見直しした方がいいってあったから。こっちはちゃんと勉強してきたんだな。できてるところとできてないところが出てくるのはしょうがなくない？確かにそういったものではあるがな。収益面で寄付が大きいから展示場も増やしておこう。確かにな。こっちはもともと入り口からつながっていた歩道を延長する形でつなげた展示場を配置して、あとショップも配置するつもり。で何を展示したんだ？イースタンブラウンスネーク、あとパファーだ。ここはヘビのエリアにするんだな。そうなるね。でもう一つ展示場があるが、こっちは何にするんだ？嫌なんだけどゴキブリと。嫌なものを展示しなくていいだろう。他に候補がなかったし、もう一つはカタツムリ。カタツムリは大丈夫なのか？こっちも苦手。あとはショップを建てておくよ。ちゃんと確認していないが、来園者の食欲と喉の渇きが低かったからな。特に喉の渇きが低かったよ。この場所が暑い地域なためだろうな。そういえばそういう設定もあるんだね。あとフードの方も建てておこう。もともと完成しているショップを建てないのか？こういった操作も慣れた方がいいと思って。それは希少なことで。これからのキャリアまだまだ長いからね。あれから随分時間が経ったが、収支は改善しつつあるのか？いまいちなんだよね。だから効果の薄かったマーケティングをやめようと思う。そうか。広告費もバカにならないからな。33年目まで来たな。結構くじけそう。私おばっちゃんになっちゃうよ。$25,000までまだまだ遠そうだな。収益とか確実に増えてるんだけどね。経費も比例して増えちゃって。この辺りのコツはまだつかめない感じだな。そうなんだよね。あれからショップや展示場、教育なんかもちょっとずつ見直したんだけど。抜本的な改革が必要か。部長だから分かっていると思うけど、簡単に改革なんてできないよ。絶対的な命令権なんかがないと。ちなみにこの動物園での絶対権力者はお前なんだが。世の中の経営者の大変さがよく分かったよ。さらに3年経ったな。去年はいいところまで来てたんだけど達成できなかった。あと少し頑張れば達成できそうじゃないか。そんな気はしてるけど、まだ気は抜けないな。それでもよくここまで持ち直したもんだ。分かったことは、結局動物を大切にしないといけないってことかな。どうやら達成できそうなところまで来たな。なかなか大変だったよ。過去2年はギリギリ達成していないが、いい感じで進められてたな。ほんと今年は目標値よりも大幅に達成しているからこのままいってくれれば、たまに一気に経費が増えたりするから。あと数日の手ば達成だな。まだ気は抜けないよ。おめでとう。疲れた。新入りのアムールトラはなかなかいいじゃないか。私は昔から猫が好きなんだ。飼えないけどな。いや、アレルギーがあるわけではなく、私のような裕福な人間が猫を撫でていたら世界征服でも企んでいると思われるだろう。世間のイメージが悪くなる。これ以上悪くなるのはごめんだ。でも動物園は順調じゃないか。よく儲かっているし、いろいろな種類の動物がたくさんいる。実に素晴らしい。ああ、それから点検もパスしたようだな。調査員に賄賂でも渡したか？言っておくが、本当にやっていたとしても領収書がないと経費で落ちないぞ。これも冗談だよ。
まあ君と私はとてもよく似ていると思うんだ。二人とも血が滲むまで節約する術を知っている。君のような実利的な考えをする人間がスタッフにいると助かるよ。我々は動物たちをハッピーにしてやらなければならないが、会計士たちはもっとハッピーにしてやらなければ。税金の抜け穴をくぐらせたことを考えると余計にな。また冗談に引っかかった。神に誓ってこのビジネスは完全に合法だよ。ドミニクもおじいちゃんになってるはずだけど元気だな。何はともあれゴールド目標達成だな。最初からちゃんと管理をやっておけばこんなに時間かかんなかったかも。今回はほんと疲れた。次は新しい動物園で。次回も見てください。